地球の皆さんこんにちは。ウルトラマンマックスの怪獣たちどうかしてる。どうも月くんです。今日はウルトラマンマックスという作品についての魅力を語っていこうと思います。いつもはウルトラ戦士とか怪獣の動画とかが多いんですけど、今回は作品についての動画です。ウルトラマンマックスというヒーローについての動画はまた別で出そうと思います。チャンネル登録をしてくれたらマシュマロみたいなイフをプレゼントします。はい、ウルトラマンマックスという作品の魅力についてなんですけど、まずは原点回帰ということで、マックスを語るならここに触れなきゃ始まらないということで、これどういうことかと言いますと、平成に入ってからのウルトラマンって、50話なら50話、全部で大きな一つの物語という傾向が強かったんですよ。というか今の作品もそうだと思うんですけど、基本はそういう感じだと思うんですよね、今も。けどウルトラマンマックスは昭和のウルトラシリーズ、特に昭和1期ですよね。初代ウルトラマンですとか、ウルトラセブンのマインドを受け継いでると言いますか、基本1話完結で、1話ごとの面白さを追求した形となっています。だから1話とか最終話を除けば、大体どこから見ても誰でも楽しめるような作品になっていて、初心者におすすめするという方も多いです。基本1話完結なので、作風に縛られないという強みもあって、本当にいろんなタイプの話があって、緩急が半端ないことになっています。野球で例えるなら160キロのストレートの後に70キロのスローカーブが来るみたいな、いろんな監督さんがいい意味でやりたい放題やっている作品でもあります。本当にいろんな雰囲気のエピソードがありますので、ウルトラってすげえなって思わせてくれるシリーズです。原点回帰と言える部分は他にもあって、久しぶりの M78 星雲出身のウルトラマンだったり、タイプチェンジもなくてオープニングの映像も昭和感のある演出になっていたり、昔からのファンにとっては本当に感動でした。あとは何といってもキャストですよね。今では過去の作品に出演された方が新しい作品に出演されることが珍しくなくなってはいますけど、当時は昭和の作品のキャストの方は後の昭和の作品にキャスティングされて、平成の作品に出演された方は後の平成の作品に出演されるってことがあったんですけど、平成の作品に昭和の方が出演されるってことはほとんどなかったんですよ。それがウルトラマンマックスではゴリッゴリに出演されまくっていて、もう親子でも楽しめる素晴らしい作品でもありました。しかもキャストだけじゃなくて登場する怪獣も昭和の怪獣が何体も登場したんですよ。これがもう本当に最高でしたね。ニュージーネからウルトラに入った方々はあんまりピンとこないかもしれないんですけど、当時は毎週毎週新規怪獣が出ていて、過去の怪獣というか、昭和の怪獣なんて絶対出てこなかったんですよ。ティガの怪獣はティガの怪獣、ダイナの怪獣はダイナの怪獣みたいな感じで、新しいシリーズが始まったら新しいシリーズの怪獣ってもう決まっていたようなものだったんですけど、それはそれで魅力的な怪獣ばっかりでしたし、飽きも来ないんで最高だったんですけど、たまに昭和の怪獣が恋しくなることってあったんですよ。コスモスにバルタン星人が出てきたり、ピグモンにそっくりなミーニンっていう怪獣が出たりはしたんですけど、デザインが微妙に違っていたんですよね。けどこのウルトラマンマックスで昭和の怪獣たちが新しいウルトラマンと戦うところを見せてもらえたんですよね。歓喜でしたよ、本当に。当時高校生だったんですけど、一回り以上年の離れた当時 2,3 歳の弟と2人で毎週発狂しながら見てましたね。翌年のメビウスでもお察しの通りです。ウルトラマンマックスの忘れちゃいけない特徴として、出てくる怪獣というか敵たちが超クセ者揃いということですよね。ただ単に強いという怪獣も当然多くいるんですけど、なんじゃそりゃって突っ込みたくなるような特徴的な能力を持った怪獣が多かったですね。正直このチャンネル恒例の最強怪獣ランキングトップ10っていう動画がシリーズよく作ってるんですけど、ウルトラマンマックスで作りたくないですもん。20位ぐらいまで強い怪獣が並ぶと思いますので、10位に絞るのは正直厳しいです。詳しく解説するのはランキング動画の時にするとして、完全生命体イフとか無限真珠マデウスとか挑発星人モエタランガとかやばい奴らがゴロゴロいます。こうして並べて言ってみると、挑発星人という2つなの小物感が否めないですが、あくまで一例で他にもやばい奴らがゴロゴロいます。そしてその強い怪獣たち相手にタイプチェンジなしで地球を守り抜いたウルトラマンマックスのスペックの高さにも注目ですね。今回その辺も解説しようか迷ったんですけど、それはウルトラマンマックスの解説動画の方でやりたいと思います。次はウルトラマンマックスの魅力的なエピソードをいくつか紹介していきたいと思います。1話と最終章の38話39話は当然として、面白い回、見応えある回多々ありますので、全部見てほしいんですが、個人的な好みを言い出したらキリがないですので、
もう少しチャンネルが大きくなってからにします。その中でも特に客観的に見て代表的と言えるエピソードがやはり15話第三惑星の奇跡、16話私は誰、24話狙われない街あたりではないでしょうか。15話の第三惑星の奇跡というお話なんですが、これは先ほど軽く紹介した完全生命体 IF という怪獣が登場します。ご存知の方多いと思うんですけど、一応軽く説明しますと、やられたらやり返すみたいな怪獣です。IF の前ではさすがの大和田常務も全力で土下座すると思います。殴られたら殴るみたいな半村美法典みたいなやつです。最初はまん丸いマシュマロみたいな外見で全く害はないんですけど、でかくて邪魔でしかも生体反応もなかったので、防衛チームのダッシュが焼却処分のためにナパーム弾をぶち込んでしまって、そこからどんどん凶悪な性能になってマックスのマクシウムカノンをパクって撃ちまくって街を焦土に変えてしまいます。絶望的なシーンでラスボスばりの大暴れを見せるんですけど、それを止めたのが意外な人物でしたというお話です。正直感動するのでぜひ見てほしいです。16話私は誰はその15話の次の週に放送された話なんですけど、シリアスな空気とは一転して渾身のギャグ回となっています。サムネのこのシーンも16話で見れます。宇宙化け猫タマミケ来るという可愛い猫ちゃんが3匹地球に来るんですけど、性能は全然可愛くなくて全ての生物の記憶を妨害する特殊なエネルギーを放出します。そのせいでダッシュのみんながダッシュバードやダッシュマザーの操作の方法を忘れてしまったり、ウルトラマンマックスの変身者のカイトが変身の仕方を忘れてしまったり、もうひっちゃかめっちゃかになります。ウルトラマンマックスも必殺技の打ち方を忘れてしまってこのありさまです。15話とのギャップも含めて見どころが多いエピソードです。24話の狙われない街はメトロン星人の歴史の動画でメトロン星人月くんが紹介してくれていましたが、ウルトラセブンに出てきたメトロン星人のその後といいますか続編のような形になっています。かつてのメトロン星人は当時人類が大ハマりしていたタバコにいたずらをして人類を凶暴化させましたが、この時は携帯電話にいたずらをして人類の脳みそをバグらせようとしました。おなじみのちゃぶ台のシーンも出てきてファンの印象に強く残る作品になったと言えると思います。他にも20話怪獣漂流ですとか22話誇張の夢ですとか特徴的なエピソードはまだまだたくさんありますので、皆さんぜひウルトラマンマックスを見てください。ちなみに初代ウルトラマンとウルトラセブンを見ていた方がより楽しめると思います。はい、喋ろうと思えば1時間でも2時間でも3時間でも喋れると思うんですけど、ほんの触りだけウルトラマンマックスという作品の魅力を紹介させていただきました。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。もっともっとこんな魅力やあんな魅力もあるぜって方はコメント欄でぜひ教えてください。まだマックス見てない方は本当におすすめなんでぜひ見てください。解説動画やランキング動画なんとか頑張って出していきますので、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でさよなら。